市場ではあるですか？肉食です。肉食。女の子4人でどれぐらい童貞を借りるか、まだやったことないよってなったら、とかで1日にその子ハロー皆さん、ジンラブジョイです。今回の With Love and Joy のゲストさんは藤みゆきです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ちなみに今おいくつですか？29です。29。わーい。はいジョイですよね。女優です。5月から復帰します。お帰りなさい。ただいま。5年目になりますよね。そうですね。5周年4月25日で迎えました。わー、おめでとうございます。ありがとうございます。みゆきさんは今私と同じ事務所に入ってて、ありがとうございます。この番組に出演してくれました。すごいお会いしたかったんです。わあ、ありがとうございます。わお。なぜこの業界に入ったんですか？そのきっかけは？きっかけはもう軽いノリです。軽いのいいんじゃないですか？友達がやりたい子がいて一人で始めるの怖いから最初着エロとかそっちでやりたかったんですけど、その子がやるっていうなら一緒にやろうかなみたいな。本当はノリです本当に、はい、その前なんか背に明るい感じでした背に明るい感じでした。童貞狩りとかしてました。うわすごい、本当に今日初めてみゆきさん会ってるので楽しいインタビューになりそう。すごい。市場ではあるですか、みゆきさん？そうですね、肉食です。肉食最高。肉食のお姉さんですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。デビューはどんな感じでしたか？着エロじゃなくても。そうですね。初っ端からでした。最初？解禁じゃなくても。解禁じゃなくて最初から。最高じゃないですか。それ自分の都合でマネージャーがなんかこうやった方がいいですかって。なんかそういうメーカーさんだったんですよ。ほんなかベリーグッドベリーグッド。ほんなか好きです。はい。私も初めてほんなかでした。そうなんですか。デビューではないけど1本目ややこしくて、どんな感じでしたか？そのまだとは何ってあんまり分からなかったんじゃないですか？緊張しましたか？いやでも緊張してたんですけど、初めての作品だから1回きりしか撮れないじゃないですか。監督さんにためらってみたいな、触るのもちょっとずつみたいな感じをしてたのに、男優さんがこの辺でこう腰を動かしてくれるんです。でこの体勢なんか触ってこいみたいな。これは触れってことかと思って結構早めにタッチしちゃって怒られましたよ。本当？よっぴんっぽいだね。すぐタッチ。怒られたって怒られました。1回目の絡みが終わった後、初めての、その後のメイク直してる時に監督さん入ってきて、早く触りすぎですって怒られました。もっと早くしてもらえませんか？じゃなくて早すぎに。最高。肉食ですね、みゆきさん。この業界入ってから自分自身なんかあったことありますか？物事をはっきり言うようになりましたね。いいね。なかなか難しいスキルじゃないですか。昔よりも言うようになったかなっていう感じはあります。じゃないと生き残っていけないなって。本当我慢してしまうと。そう苦しいことになるので。苦しいことになっちゃう。なんか本当にやりたくないことで、そうですね。でも我慢しないといけない。でもすごいね、そういうことできるようになってきた。そうですね。その成長すごいですね。成長しました。成長。可愛い。なるほど。みゆきさん、すごい気になります。性癖は何でしょうか？性癖は男性がもだえてる姿を見るのがすごい好きで、なんかゾクゾクしてくるんですよ。性癖っていうのかな？それ合ってると思います。素晴らしい。私も同じ派かもしれない。あと野球選手の方みたいな下半身がっちりしてて、こうプリッとお尻がプリッとなんかピチピチっと伝わるかな？ピチピチっとしてる方。そうです。あれがたまらないです。たまらない。そういう男優さんいます？男優さんでも逆にそこまで気にしなかったかも。野球とか見るときに興奮しますか？あと普通にその辺歩いてるサラリーマンの方とか、スーツパツパツな人とか。わかります。なんかここ大丈夫？苦しそうみたいな。苦しそう。スーツがすごい食い込んで苦しそうじゃない。
この私もサラリーマンよく見てます。みゆきさんのよくわかります。仲間です。仲間がいた。サラリーマンの動物園。この5年間の中で一番気持ちよかった作品何でしたか？気持ちよかった作品、可愛い女の子たちがいっぱいいての共演作とかは普段体験することがないじゃないですか。しかも皆さんモザイク越しだけどこっちはなんかもうもろで見えてるから皆さんの、ね、可愛い女の子たちがいっぱい転がってるんで、わあ素晴らしい世界だなと思いますね。めっちゃわかる。いろんな体型とか見えて、普段 OL さんだったら絶対できないですね。絶対できない。ハプニングとかあったことありますか？現場で全然悪いこととか面白いことでも何でもない。ハプニング、ハプニングっていうかわかんないですけど、湯煎した豆乳を、豆乳が牛乳かな確か、を長い風船の中に入れてしてたんですよ。なんかする作品で見立ててこうやりながら、私が行く時に発射する予定がここを自分で持ってなきゃないんですよ。つまみをくるんってせずに、それをちょっと緩めちゃって違うタイミングでブシャーってやっちゃって。発明されました？皆さん見れます？多分見れるんですけど、どの作品だかわかんない。OK もうスタッフさんたちでビシャーってイエス最高。すっごい牛乳臭い現場になったことはあります。No 私乳製品アレルギーなのでもう、ね、もう殺さみゆきさんの牛乳で最高。自分自身どういう作品撮るのが好きですか？でもいじめるのは大好きなんで、ここまで入れた作品とかもありますし、やったことないです。プライベートでもプライベートでやったら相当やばい。抵抗なかったんですか？なんかもうメインディナーだって言って。メインディナーわかる。俳優さんのに突っ込んでました。すごい楽しい。最高。じゃあ結構その S お嬢様までなんかヒールでグイグイ女王様、ヒールやったかな。でもなんか似たようなやつはやったかもしれないですね。でもこれからそういう作品もっと増えていけばいや見たい。いいなと思って。超美人でなんかやりたいのはすごいなんかよく女優さんってなんか仕事もらってこれ仕事だからやるしかないけど、楽しくやってもらえるって、絶対いい作品になると思います。喜んでやってます。個人的な質問聞いていいんですか？自分のフィストを入れたことないんですけど、それってこっち側どういう気持ちですか？でもゴム手袋してたんですよ。結構短めのやつ。ここまではこの親指がストッパーになるんで大丈夫だったんですけど、これ入っちゃうと腸って長いからなんかどんどんこうずるっと入ってくるじゃないですか。こうやってるし、手袋大丈夫かなみたいな中に持ってかれないかなってやばいダイさん心配がで次の日なんか笑いながらやってたけど、次の日めっちゃこっちの腕だけプルプルで筋肉痛になってていい運動。こっちだけがもうギンギンになってちょっと変わった筋トレですけど。そうですね。ちょっと変わったでこっちは楽しくやってたけど、男優さん目キラキラしながら喜んでたから、これはS タイム逆じゃないみたいな。確かにどうなのみたいな。キラキラそう最高。NG とかありますか？なんかこれ絶対だって結構でも自分に OK。ダメ可愛い言い方ないですからダメ。OK。もない。私もダメ。あと釣りとかもちょっとした金箔とかでもすぐ星が飛んじゃうんですよ私。なんで釣りは多分できない。軽くでも手首ぐらい。手首とか普通の亀甲縛りみたいな軽めのやつは大丈夫です。長時間とかだと本当なんかキラ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 。でも見えてきますよね本当に。楽しいですよ。楽しい。みゆきさんにとってとは何ですか？生きがい？素敵。生きがい？軽いノリで入ったのに。それいつ好きになったのか、この業界入ってよかったって。ちょこちょこ辞めてたり休んでたりするんですけど、半年ぐらい空いて、なんかふと思うんですよね。私戻りたいやみたいな。いいな。たまに休みたいくはなるんですけど、でも戻りたいって思うってことは、この仕事好きなんだみたいなって思ってだいたい戻ってきます。
でもいいですよ本当に。休憩取ったら長く活動できるんじゃない？そうですね、ちょこちょこ休みながらなんでそんなに負担がないというか、一番賢いと思う。私ちょっと休まないタイプなのでみゆきさんの方がベストと思います。偉いと思います。いや休まないと。みゆきさん今までちょっとの活動について話したんですけど、地元で土手狩りそれについてもっと聞きたいなって思ってたんですけどよろしいでしょうか？はい、それどうやって始まったんですか？もう田舎すぎて、はい、やることなかったんですよ、はい、本当に高校生の頃やることなくて、はい、時効だからいいかっていう感じで、もう言っちゃってるんですけど、結構女の子4人でゲームをしてたんですね。1ヶ月でどれぐらい童貞を借りるかっていう。最高。もっと聞かせてください。で1位だった人にみんな他の3人がご飯をおごってあげようみたいな、高校生の遊びなんででそういう感じでやってて、私3位だったんですけど、はい、ここはモザイク入れてもらっていいよで童貞狩りをしてで私は10人借りました。わあ、1ヶ月で？どうやってその童貞探すんですか？もうなんか童貞そうな同い年ぐらいの人に、もうメッセージで送って「ご飯行きませんか？遊びませんか？」じゃあ童貞ですかからじゃない。で話してて童貞ですかみたいな。みゆき童貞みたいな感じで聞いてて、まだやったことないよってなったら、カラオケボックスとかでお金ないからね、高校生やってましたね。10人で1位の方は何人？結構何人やったか忘れたけど、結構1日に童貞はしごとかしてて、その子そのゲームしたいけどどうやって確認できる？だってそうなんですよね。嘘つく。嘘かもしれないけど、高校生の本当なんかオタクっぽいっていうかそういうことかだったら嘘じゃないだろうなみたいな。みゆきさんはまた活動に戻ったんじゃないですか、なんかこれからやりたいこととか挑戦してみたいことありますか？黒人さんとの絡みやったことないんで。プライベートでも？ないです。海外の方は？あります。オッケー。でも黒人はいない。ない。ナイス、よかった、これ聞いてよかった。いいね、じゃあセレブの友とかいいんじゃない？やってみたい。やってみたい。アメリカ人2人とインド人ならあるんですよ。インド人どうでしたか？インドネシアのファンが結構。そうなんですか？インド人どうでしたか？インド人でもすごい積極的。わー。年下だったんですけど。みゆきすごい積極的な男の子で、誰よりも今までやってきた中の誰よりも一番最初に早くゴムをつける。なんかインドの方ってゴムをつける割合が確か高いんですよね。なんか緑色のゴムを。それ知らなかった。多分分厚いのかな、緑色って。そう、すごい結構早かったの行くのが。相当気持ちよすぎるから。そういうことなのかな。もうその情報を聞くだけでもナイス。でもすごい親切な感じでした。動きはちょっとまだ未発達だったけどこれからなぜそう黒人と絡みしてみたいなって思ってきた？ならではじゃないですか。なかなかできないことだから、でしかできないことをやってみたい。黒人、いやー、私も絡んだことないけど、現場、作品いいと思います。グローバルな感じでグローバル国際ですね。その作品ぜひ発売されてほしいので、期待してます。期待しててください。可愛い喋り方大好き。みゆきさん、なんか視聴者になんか言いたいこととかなんかありますか？言いたいこと？今まで桜だったんですけど、名字がね、桜だったんですけど、ロリから大人なイメージのある富士の花素敵をイメージして名字が富士になりました。これからはこう人妻とかそっち系で活躍していきたいと思いますので、大人になったみゆきを皆様応援よろしくお願いします。素晴らしい、ありがとうございます。そういう名前でやってます。そうなんです。桜が
不思議ですね。すごい和風の名前で美人の名前で今ツイッターやってるんじゃないですか。はい。他の SNS はやってますか？インスタやってます。インスタ、いいですね。全部概要欄に入れるのでフォローしてあげてください。お願いします。はい、皆さんということですね。はい、これからこの人妻系のお姉さんまあでもすごい若そうけど若妻応援してあげてください。はい。みゆきさん出演してくれて本当にありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。素敵、やばい、オーラがすごいよ。この動画で分かってますか？はい、皆さんこの動画をご覧いただき Thank you very much! バイバイ。バイバイ。